大家好，我是プアル。2024年8月28日に初めて来勤動画を上げてから1周年経っていたことを今気づきました。プアルです。チャンネルを応援いただきありがとうございます。コンプアレンニャン6号です。このチャンネルではプアルが気になるゲームの情報やフィードバックなんかを発信しています。今回はライズ・オブ・キングダムから来勤6周年創作キャンペーンということで、来勤が今年で6周年なんですね。おめでとうございます。うちは先行サーバーじゃなくて日本対応のグローバルサーバーリリース直後からやっていますが、6周年ね、6年。時期によって濃厚すぎるゲームだったので、6年しか6年もか時間の感覚がわからなくなってきますが、今日は6周年記念キャンペーンにちなみちょっと特別な動画を用意しました。これまでの来勤6年間の変遷を私の体験を交えて思い出しながら振り返っていこうと思います。だいたい時系列で話しますが、もう6年ですから記憶がね曖昧な部分もあります。なのでちょっと時代がずれていたり思い出補正とかがねあるかもしれないので、もし時代がずれていたりしたらコメントでツッコミを入れてください。逆にあったとかね、共感できるところとか印象深い出来事などねあればコメントもぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。また今回のキャンペーンでは公式クリエイターの選考や次世代クリエイター応援プロジェクトということもあって、私含め YouTube や X で活動している方、これから始めたいと思っている方をよかったら皆さん応援してくださいね。お願いします。共に楽しんでいきましょう。というわけで、できれば飛ばさずね最後まで見てくれると嬉しいです。もし少しでも共感できたり良かったと思ったらグッドボタン、次も見たいと思ったらチャンネル登録、周りにもねこんなチャンネルがあるよっておすすめしてもらえるととってもありがたいです。動画を通じて皆さんの声を各方面に届けられるような公式クリエイターになれたらいいなと思っています。ではライズ・オブ・キングダムの6年間を振り返ってみましょう。始まりは2019年冬、年の瀬ですね。私が来勤を知るきっかけになったのは七尾さんがね出ていた CM なんですよ。世界の英雄が登場するようなゲームという感じだったかな。同じ CM 見てた方いますかね。歴史シミュレーションが大好物だったのでレーダーが反応してね、すぐ調べてリアルタイムストラテジーゲームということを知ったんだけど、私がやり込んだリアルタイムストラテジーゲームはメガドライブのヘルツオークツバイっていうゲームがね最初かなって、知ってる方の方がね少ないと思うけど、あれは2人対戦プレイで戦闘に特化した作品だったんだけど、来勤は大人数だし育成型の本格的なストラテジーゲームっていうことで速攻ダウンロードしたよね。初プレイの文明は日本だったかな。みんなはバフのステータスで選びました？私は T5 の侍に惹かれて選んだと思うんだけど、当時のバフだと中国スタートが一番良かったんだっけ？確か中国か韓国がね建設と研究が飛び抜けて高かったんだよね。日本も最終速度アップがあったし、悪くなかったからありでしょうと自分でね慰めていた思い出もあるけど、都市城の初期位置は確か長門地方だったと思う。初めて見るピースシールドがね貼られた自分のお城と他の人のお城もねいっぱいあって、本当シミュレーションに関しては経験が家庭用ゲームだけだったから、これ一つ一つがプレイヤーなんだなってもうドキドキしたりねワクワクしたりもしたよね。自分の都市から少し離れたところは霧でね見えなくなってたから、霧晴しや村や洞窟をね発見したりとか手間だったけど、初めてだからね夢中でやったよね。今の新サーバーも霧かかってるよね多分ね。一回経験した方は結構ね苦痛の方が大きいからしんどいかなと思うけど、 KVK の英雄はね霧が撤廃されてほんと神アップデだったよね。で切り離しながら内戦を進めるわけだけど、都市や技術のね育成はスムーズだったし、野蛮人との戦闘も楽しかったから時間を忘れてやれたよね。同盟解放って結構早めにあったかな。どうしようなんて悩んだけど、みんなは
既存の同盟に入りました？新しく自分で立ち上げて遊んだよって方いますかね？うちは同盟システムの管理側も見たかったし、お試し感覚で名手やってみたって感じで同盟立ち上げたんだけど、最初はメンバーもいないから、なんか周りに見えるお城の人にドキドキしながらチャットしたりね。本来プアルは陰キャなので積極的に声はかけられなかったんだけど、勇気を出してね、どうですかなんて指を震わせながらチャットしてね、お相手からは結構な確率でね、今は同盟加入考えてないですなんてね、振られながらやってましたよ。それでもね、やっていくうちに要塞を建てられるくらいまで人数がね集まってくれて、もう何にもわからない状態だったけど、みんな手探りでね旗を立てようとかね、ワイワイしながらやっていました。同盟内は日本人が多くて、中にはねチャットを盛り上げてくれるメンバーもいて、課金する人もちらほらで、稀にね金箱が出るとみんなでおーってね盛り上がったり、今思えば急成長だけを考えるとね良くない同盟だったんだけど、当時の私はそんな観点で見てなかったよね。来金の最初のイベントって覚えてます？日本対応のグローバルサーバーでのことなんですけど、確かクリスマスイベントだったりパズルもあったような気がしますよね。お正月前後のイベントもありましたよね、確かね。初めての頃は PVE がメインで、野蛮人集落すら一大イベントじゃなかったですか？小さい同盟だったからかな。義経持ってる人のラリーはほんとヒーローだったよね。覚醒してる人だと、うちは見たことないダメージの桁がね出てるし、これなんだってね、すごいよって言いながらね桁数えてましたよね。プールが出していたダメージより1桁多かったですよね。すごく感心してた思いがあるけど、みんなは始めたての頃どんなペアで集落回してましたかね。当時うちが出してたラリーは孫武全徳ですよ。覚醒するならカエサル、クレオパトラだなんてね話題になってた時代、最初の MGE はカエサルだったんだけど、私には無縁だったし、金鍵でもね強いとされているレジェンド指揮官は全く当たらなかったんだよね。仕方なく唯一ね当たった全徳で集落回してたんだけど、今は始めるサーバーにもよるんだろうけど、結構手早く指揮官が集まるイベントがあるから遊びやすくなってるよね。新サーバーだとちょっとガラッと変わってるみたい。最初は金鍵で曹操しかいないっていうのは、あれは一緒かな、あんま覚えてないけど、なんかコンテンツに新要素の放置系バトル、ロードモバイルとかフォアサバみたいなねバトルコンテンツが入っていて、なんか面白くなってるんですよね。もう一度ニューゲームとか来金やったことない方で興味のある方は今から始めるっていうのも楽しめるんじゃないかと思いますが、話を戻しますね。私が PVE で使ってた全徳、意外とね AS スキルダメージは1400と当時では高かったし、花柄が綺麗でね見てる分には良かったんですよ。結構ね隠れおすすめ指揮官なんだけど、周りに使ってるメンバーは誰もいなかったよね。そして今じゃ移転の邪魔にしか使ってない長弓とか盾でロッハー集めを協力してやってましたよね。そんなことをやりながらのんびり楽しく進めてね、領土が広がると当然他の同盟の旗とぶつかるなんてね、一触即発の危険が出てくるわけですけども、まあ強そうな同盟から旗を消せとかね脅しのメールが来るわけですよ。この頃から本格的に外交というものに奔走するようになって、メンバーを守るために周りの同盟と連合を組んで、今思えば先方にねいてもおかしくないくらいな海外勢の強い同盟に対抗したりとかして、結構な困難を乗り越えていましたね。戦力的にはそこまで強いわけではなかったので、基本平和外交でしたけど、同盟管理者だとこの辺分かってくれるんじゃないかな。私はゲームをやっているのか、チャットするためにゲームを立ち上げているのか分からなくなる状況になるんですよね。またここじゃ話せないような人間関係のごたごたとかね、幹部、名手、王国、国王をやってる方だと分かるんじゃないかなと思うんだけど、これで引退していく人もいるくらい大変なんですよね。純粋な外交だけでも大変なんだけど、チャットを苦なくできる方、これも楽しめている方、そういう管理者
尊いですね。尊敬します。そんな感じでなんとか潰されずに同盟を存続させる中、中央のね、マップ中央にある神殿の存在を知ることになります。私はね、最初の目標が神殿を取って国王を目指すゲームだってことをパス1が解放するあたりまで知らずにやってたんですね。結構広く領土を持ってた名手がその辺まで知らずにやってたという。みんなは知ってやってました？私だけかな？パスが絡む頃から周りの同盟からいろいろ教えてもらいながらね、ゾーン3開く頃にはサーバーのトップ同盟と大きな連立をね組んでいまして、連立一丸となって神殿戦に挑みましたね。今でいう準備シーズンの最後に当たるのかな？初めて神殿を取った時は嬉しかったね。称号の女王をもらってスクショしたり、みんなで盛り上がったのは懐かしいですが、その辺で私このゲームの真の目的が KVK だってことを知るんですね。当時 KVK1 でロストキングダムに行くのに成長レベルって25の制限あったかな？みんな覚えてます？必死に上げた気もするし、25になってなかった気もするんで曖昧なんだけど、とにかく KVK に向けて戦力上げなきゃっていう空気になってたんだけど、私は無課金時代ですから当時の育成は大変でしたね。ゾーン3にしかレベル6の資源地がなくて、施設を育てようにもリソースが全然足りない。うちの同盟はゾーン3に領土も持ってたんだけど、レベル6の石ないかなんて探してね、レベル6のね資源地が全然足りなくて、レベル25が近づくと城壁だけでも上げるのに合わせて1億近く資源がかかりましたよね。絶望したよね。資源が足りないってだけで成長レベル25になるまで結構足踏みしたと思います。今はサーバーによってゾーン1でも資源値レベル8が出るので、準備シーズンサーバーはレベル6までみたいですが、それでも良くなりましたよね。資源といえば当時同盟資源も貴重だったので、採取は所属同盟以外の領土内でやっちゃダメっていうルールもありましたよね。皆さんの王国でもありました？違う同盟の領土内で採取してる人がいたらもうバチバチみたいな、そんな空気あったんですが、皆さんはそんな時期なかったですかね。そしてイベントに関してはオシリスって最初からありましたっけ？この辺だったかな、登場は。皆さん覚えてますかね？初めての AOO オシリス、もうだいぶ記憶があやふやなんですけども、当時から楽しくてね、報酬もいいと同盟内で大盛り上がりしたこととか、登録忘れや同盟間移動でね、登録が解除されちゃうっていうトラブルが多発してたことは覚えてますね。今は改善されて、同盟を出入りしてもね、トラブルが起きにくいシステムになってます。最近は白銀も出て、気軽に参加して報酬がもらえるのもいいですよね。シルクロードの前身、万里の道中はかなり初期に実装してたよね。暗黒軍団もかなり早めの実装だったっけ？これも勝てなかったよね、最初。同盟メンバー総出で補助してギリギリしのいだ時はほんと盛り上がったな。今なんて地獄でもゼノビやヘラクレオスが5511でいれば、あとは T4 の兵数か、それさえいれば放置で勝てるけど、当時はそれらの PVE イベントが時代イベントだったよね。また話がそれましたが、 KVK ね。皆さん KVK1 の時戦力いくつだったか覚えてます？私はね、300万あったかなーっていうくらいの記憶なんだけど、低い戦力だったと思います。いよいよ KVK ということで、初めて前夜祭 LK 入りね、ドキドキしましたけど、皆さんどんな感じだったでしょうね。とにかく分かる人に促されて旗立てやら戦闘に奔走してましたけど、戦場では課金した怪獣みたいな人が大勢の敵に囲まれながら闊歩してた記憶が蘇ります。確かリチャード YSG を使ってたんじゃないかと思うけど、円形 AS のねアクティブスキルを見て、うわすごーとかね思いながら盛り上がってましたね。さすがに囲まれて倒されてたけど、周りの課金との差があったろうから
トレード的にはトントンだったのかもしれないよね。 AOE の重要性に気づき始めたのもその頃で、クスノキつえーって使ってましたよ。私の周りはほとんど使ってなかったんだけど、弓の指揮官がね他にいなかったから、まあ私は使ってましたよ。そして初めて要塞ラリーを見た時なんかもうやじ馬気分。周りの群衆に混じってカエサルラリーとかをね、私の孫武が見物してました。私が KVK1 で使っていたのは確か孫武全徳とバイバルスペラーヨ、クスノキブーディカとかかな。そんな感じだったと思うけど、皆さんは何使ってたか覚えてます？最近始めてこれからって方もいると思うけど、リリースからやってる方はもう記憶が曖昧になってるんじゃないかなと思うけど、何使ってましたかね。で、確かうちの KVK は4対4王国でお祭りみたいな感じでね始まったんですが、終盤も気づけば敵6王国になってたなんてね、絶望的な戦いになって、もうほぼ四面楚歌ですよ。ゾーン4まで追い詰められて負け確定な状況になっても、味方の中には最後まで戦うぞってね人がいて、よく戦う余力があるななんてね思ったもんですが、今じゃ戦いさえあれば勝敗は二の次なんてね、私が戦闘狂寄りになっちゃってますけども。怖い怖い。で KVK1 の報酬はスコラスのラッキーコインだったよね。装備がより重要になるんだなって予感させられたけど、昔の素材種類が多かったの覚えてます？羽とかシルクとかあったんだよね。今じゃアップデを重ねて添付に覚醒レベルと装備に関してはどんどん進化してて、ほんと大事な育成要素になってるよね。そして王国に帰還後すぐにプワルのいた王国には衝撃な事件が起きたんですよね。非常に戦力が高い人たちが一気に移民してきて、王国乗っ取り事件が起きちゃったのよ。結構高戦力の人も焼かれてね、王国チャットや王国運営チャットもね荒れに荒れて、そりゃまあ地獄絵図みたいでしたけど、同時期なのかな、結構王国乗っ取りは流行ってたみたいですけどね。皆さんそんな経験ありませんでしたか？同じく被害者の方いませんかね？いますよね。大変でしたよね。各同盟に早く移民しろってね通達があったりなんかしてね、うちの同盟にもね漏れなく来まして、ちょうど親のお葬式中に脅しのメールが来たりなんかしてね、葬式中だから待ちなさいと、しばらく待ちなさいと返したのも印象深い思い出です。そんなことがあって同盟ごと初の移民をしました。そこからね何回か移民をすることになるんだけど、移民はね毎回ドキドキするんですが、受け入れ先がいつも温かく迎えてくれて本当にありがたかった。パスポートって高価で貴重だから、当時はなかなか入手手段もないし、戦力にもよるけどなかなか気軽にできるもんじゃないんですよね。今は人数のいる同盟に入ってさえいればパスポートがショップに並ぶからかなり入手しやすくなったけど、それでもなるべく失敗したくないからね。だから選ぶときは自分に合う王国かどうかを吟味して受け入れ先とコンタクトを取ってってね、大変だよね。私は幸運なことに毎回コーディネートしてくれる方がいてくれたので助かりましたが、適当に無断で移民しちゃう方がいるんだけど、下手したら王国中から燃やされちゃうからね、受け入れ先の国王の許可を取ってから移民することをお勧めします。KVK の関係で王国の戦力を調整しているところが多いから、ほんと注意しましょう。私の最新の移民は低シードで活動している YouTuber さんの王国に移ろうかと思って連絡する寸前だったんだけど、知り合いの勧めで今の王国に落ち着きました。縁って大事ですよね。さあ、そして KVK2 の時代、この頃にあったのがガーディアンツアーっていうプレイヤーイベント。陣営メンバー全体で決まった時間になったらゾーン4の正常4箇所だったかな、次々と回ってね、一つずつカルラックボスみたいにガーディアンを買って経験値を稼ぐんですよ。かなりの人数で大移動するからビジュアル的にも結構衝撃的で印象深かったですね。当時は大半の人が指揮官のレベルがマックスになってなかったし、
経験値ってほんと貴重だったからみんな真剣。狩るタイミングや解散の時なんかね、スタンプを出してね、みんなで大勢と一体感を味わえたのがいい思い出です。かなりローカルなイベントだったのか、ちょうど経験値が足りない時期が重なっていたのか、これ以降はやってるところを見たことないので貴重な体験でした。そして KVK2 の報酬は不足点。この時の不足点はバグも話題でしたよね。実際使ったことはないんだけど、見てる方の中で実際戦った方いますかね。確かなんか回復で元の兵数より増えていくっていうような恐ろしいものだったよね。これもあってか移民して KVK2 の集会が流行った時代でもあったもんね。報酬目的の移民といえば MG 留学なんてのもあったよね。KVK1 の時から始まってたかな。 MG が取りやすい環境のサーバーに行って指揮官を覚醒させてから帰ってくるみたいなの。やった方や知り合いがそうだったとかね、いますかね、そんな方。この頃から公式イベントも増えてきました。確かセロニやね、イオンなんかも登場したのはこの辺りだったかな。ずれてる？もっと前だったかな。もうだいぶ記憶があやふやですが、オシリスリーグももっと前からあったかな。我々はこの辺から参加して盛り上がった気がするんだけど、戦争中は AOO 禁止なんてね、お達しもありながら、1万ポイント取ったらすぐ戦争に戻るよなんてね、報酬もらうだけの参加をしたりしなかったりと、そんなやりとりもありつつ、KVK3 の報酬はカール大帝だったよね。あれ当時の同盟メンバーの猛者が覚醒させてたんだけど、まあ実戦でほぼ見なかったよね。戦死の確率を下げるのは魅力だったけど、防衛を抜けないと話にならないので、結局既存の強いラリーになるよねってことで、ほぼ出番はなかった悲しい指揮官です。後にクイズの題材だったりオルレアンの補助効果、 KVK の駐屯地バフなんかでね必要になるんだけど、まああったらいいな程度でね、他に育てる指揮官もいっぱいだから手が回らないですよね。今もそうだけど、当時なんか余計に指揮官がいなかったり育ってなかったからまともに5部隊は組めなかったし、まだ私は T4 が中心で戦っててね、これがすぐ溶ける。なかなか野戦で単独撃破を稼ぐのは難しかった。そんな中でも T5 プレイヤーは1時間の戦闘で100万撃破とか達成しててね、もうただただ感心。私もね早く T5 を解放したいななんて思ってた時期だったかな。プアルの T5 解放はだいたい1年半くらいかかってましたね。そうだね、それぐらいだったかな。野戦といえば指揮官が欠かせないけど、バージョンが進むたびに次々と新指揮官が登場してたよね。万能の元祖 YSG は最新バージョンでも活躍してるというコスパ最強のレジェンド。騎馬なのにカチカチのサラディンとか、歩兵なのに騎馬と同じ速度で歩く部隊は相当なインパクトだったアレクサンダー。アレキは今も第一線で活躍してるからすごいよね。2020年の11月末には呂布が登場しています。これは新三国無双8コラボということで期待されたんですが、統率指揮官で性能が良くも悪くもなかったし、強いて言えば良くない方が強い指揮官だったんですよね。同じコラボ指揮官の朝鮮の方が現役で重宝してるくらいですから、取り損ねた人からは朝鮮欲しいっていう声が聞こえますけども、呂布欲しいっていう声はあんま聞かないですよね。呂布支持者もいますからね、ちょっと残念ですよね。他にも忍びコラボがありましたが指揮官は出ず、まあコラボでフレームとか外観の装飾はねありだと思いますけどね。最近のコラボは博物館とかが多い印象ですが、またゲームやアニメのコラボもやってもらいたいですね。そして2021年、呂布に続いて三国志ファン待望の関羽登場でサーバー中が沸きました。グローバルサーバーでの登場前から先行サーバーでは実装になっていて、セロニでは見かけてたんですよね。実装直後の KVK は関羽一色だった気がします。こぞって出してましたよね。アッティラ武田のラリーは出た当時から群を抜いていたし、アッティララリーは最新バージョンでも騎馬のメタラリーですから、これも息が長いよね。スワームしたくないラリーの元祖です。
トライアヌスは登場以来、黄昏の不動の地位を築きましたね。カッチカチのパカルハーラルも触れちゃいけないタンクとして戦場を悠々と練り歩いてましたよね。またこの年は防衛新時代となりました。守護神ゼノビア YSS の登場。このペアは以降1年以上鉄板の防衛となります。この2人の硬さはぶっ壊れにふさわしく、トリプルラリーで攻略していた KVK を見た記憶があります。このペアに苦しんだ、あるいはこのペアでね、攻撃をしのいだ方多いのではないでしょうか。私はこの時期から防衛もね育成しようと考え始めましたが、同時期にアマニトレが話題になったり、やっぱりゼノビアだとかね、結構振り回されたんですよね。アマニトレは彗星のごとく輝き去りました。金像が少なくて覚醒が遠かったから、この頃からちょっと使う指揮官は5511にとどめて、即覚醒できる690個ですか、それくらいは金像を貯めてからしっかり育成指揮官を決めるっていう方針に切り替えました。これは推奨してるわけじゃなくて、私が育ちきらないで浪費しちゃいがちだからっていうだけですからね。話を戻して、オフェンスでは降雨が実装されて騎馬ファンを大きく盛り上げました。怒り850という最速の AS アクティブスキルのね回転率と AOE だし、当て逃げでもトレードがね良くなるというぶっ壊れっぷりで、どんな状況でも強かった。よく狙われるということも言われてましたが、ヒット&アウェイなど戦い方次第でうまく立ち回れていたそうですね。私は即解けてた方の根川でしたが、対照的に怒り消費1350となかなか AS を発動できないホンダはフィールドを席巻できませんでした。最新バージョンに匹敵する AS ダメージを持ちながらも、兵を減らされた後でようやく AS を打ててもどんどんダメージがね低下していく一方なんですよね。無双オロチシリーズでは呂布のライバル的な位置づけのホンダですが、来金でも同じ地位を争う残念な指揮官になってます。今は足が速いくらいしか取り柄が残ってない状況ですが、残念といえばスレイマン、彼は何だったんでしょう。 KVK で使ってた方いますか？私は一度も彼を見たことがありません。やっぱり統率はフィリッポスのような仕様が生きる道なんでしょうね。博物館でテこ入れできるなら大きく変えてあげるのもいいのかと思います。呂布、ホンダと合わせいつか日の目を見るといいですね。スレイマンと同年の2022年、フィールドを席巻したのがネフスキーです。降雨と組むと強いメタ認定とされてきましたが、時期が進むとネフが強かったんじゃないっていう声が出てきて、騎馬最強イコールネフスキーとねいう印象が強く出た時代でした。ゲーム中に不定期ポックする認証ってありましたよね。パズルを解かないとゲームに戻れないやつです。プアルはタイルキルの追いかけっこ中に出てガチギレしてましたけど、私の履歴に残ってませんが、ポックしない改善されたのってこの辺りでしたでしょうか。これはありがたいよね。同年4月には PC 版がリリースされ、多くのプレイヤーに歓迎されました。グローバルサーバー開始から2年半経とうかというあたりからプライム指揮官が実装され、P スキピオが登場しました。スキピオ P、クロスキピオなんてね、なんて呼ぼうかと呼び方すら話題になってましたね。ここら辺からオフェンスが強いのにシールド持ちという指揮官がメジャーになってきます。P ジャンヌは性能とその可愛さから人気が急上昇。この辺からキャラの美術にこだわりを見せ始めますね。キャラが可愛いとかクールなのはモチベーションにもつながるのでいいですよね。マップの背景とかね、綺麗になるのはいいんですけども、戦闘に負荷がかかるものとかね、見づらくなるものに関しては個人的にはあんまり望まないんですよね。快適な戦闘が一番だと思うので、改善するところを考えながらこれからも引き続きお願いしたいところです。そして2023年春には初の光学指揮官マチルダとバーブルの登場で、遠隔攻撃という新ジャンルが実装されました。その1年後にはゴンサロというぶっ壊れ光学指揮官が登場するんですが、光学部隊を使ってなくて興味のある方は以前入門動画をね作ったので、そちらもご覧くださいと
宣伝を軽く挟みつつ、他にも今第一線を支える新指揮官ヘラクレイオス諸葛亮各挙兵が登場しております。秋には先制歴史博物館コラボとして登場した竜鉄がぶっ壊れ性能を見せつけて歩兵銃撃時代の幕開けを宣言します。ゴルゴがゼノビアからバトンを受け世代交代をし、銃撃防衛が爆誕しました。そして2024年年末から今年のお正月にかけて神イベント指揮官の金像スワップ通称モアイ交換イベントに始まり、アーサー王の登場で牙に連撃というスキルが実装されました。今はペア指揮官が充実していないので次の指揮官に期待が高まっています。そして最新の QSH 衛星がそのぶっ壊れ性能でフィールドを制圧している現在に続いています。これが指揮官の変遷ですが、指揮官の召喚では最初の数年ですかね、カードキングっていうイベントありましたよね。いつしか幸運のルーレットに統一されましたが、征服シーズン前のサーバーだと今もあるんでしょうかね。カードめくりが面白かった記憶がありますが、ジェムを払わないとほとんど当たらなかったんですけどね。まだまだ紹介しきれないイベントがたくさんありましたよね。プアルはタイダルレイジや6国統一を気に入ってやっていたのを知っていますよ。せやな。皆さんの好きだった懐かしのイベントも教えてくださいね。さあ、ここまでの歴史の中で軍機グリフや装備の覚醒度実装で強さが変わる時代になりました。その有無で血統は大きく差が出ると思いますが、キングリフやら覚醒レベル5とかはもう課金ややり込み要素なのでほんと大変なんだけど、私もね集まる気がしない次元にいますが、無理ない範囲で集めていけばいいのかなと今は思っています。決闘は一部要素としてはあるけど、来金はチーム戦なのでそれぞれがアクティブでね協力できれば必ずしも課金額に関係なく楽しめると私は思っています。 KVK のシナリオも増えたりリニューアルしたりと日々進化をしています。楽しめる KVK を実現するには KVK マッチングがしっかり機能していて同じレベルになることが重要なんだけど、マッチングが成功しても戦闘に出てこない問題が残ってるんですよね。最近の白銀オシリスは途中退場とかで戦闘に足りなくなった人数をボットで補うようになったので、そのシステムを応用して敵が出てこない問題を解決できる仕組みがね KVK にも応用できたらいいなと思っています。せっかく推奨課金までして楽しみにしていたのにテンション上げてね。なのに倒す相手が全然出てこないとなんだかなってなりませんかね。皆さんどう思います？ぜひねコメントで聞かせてください。ここがクリアできるとまだまだね面白くなってくると思うんですが、いかがでしょうか。皆さんが満足できるように改善をね繰り返してもらいたいと思います。こうして6年間ね振り返るといろんなことがありましたね。チャットを楽しむ人、戦争を楽しむ人、運営を頑張る人、日課だけをこなす人、いろんなスタイルがあってね、それがこのゲームの魅力だと思います。改善が進んでいますが、戦争する人と日課だけをこなす人が KVK システム上でね相入れない風潮がまだ続いているように思います。私もことあるごとに提案していますが、なんとか共存していてもメリットしかないシステムに向かっていってくれたらなと願いつつ6周年を迎えております。私的にはあと2ヶ月先ですけどね。ということで改めてライズ・オブ・キングダム6周年おめでとうございます。私もこれからも楽しみながらみんなと一緒にゲームを盛り上げていけたらと思います。今回の回顧録全部知っていたらとんでもない来金マニアかプアルの初期同盟メンバーかもしれません。来金の6年間の大半を知っているとすればすごい方たちだと思います。ほんとすごいと思います。そしてもし少しでも共感できたり懐かしいなと思ってもらえたらグッドボタンお願いします。皆さんのコメントやフィードバックがこのゲームを向上させる力になると信じています。これからも一緒に楽しんでいきましょう。 X もやってるから遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。ではではおつくわまたです。